こんにちは、ゆうたです。本日はですね、私の自宅兼オフィスのちょっと進捗についてお話をしていこうかなと思うんですけど、まず空間自体はぶっちゃけあんまできてないです。すいません。ただですね、もちろん仕事をしないといけない場所でもあるので、いろいろアイテムっていうのは新しく買ったりしました。で、今ちょっとこちらに並んでるのが今回揃えたものになるんですけど、そういったものをちょっと紹介していこうかなと思います。改めてですね、ちょっとこの企画についての説明もちょっとさせていただきたいんですけど、こちらの企画では賃貸物件を借りてから自宅が完成するまでのこだわりだったり過程っていうのを紹介するドキュメンタリーコンテンツとなっております。はい、なので、ちょっとここの辺のアイテムバッチリ紹介させていただきます。最後まで見ててください。そしたらじゃあちょっと順番にこちらからいこうかな。はい、これはちょっと以前の動画でも紹介したことがあるトイレットペーパーの、ポーチでございます。でトイレットペーパーはですね、アーティスト2名で作っているアートマガジンがあるんですけど、そのアートマガジンで使われているモチーフだったりっていうのを、商品化したアイテムになります。このポーチは今はちょっとここは少し破けちゃってきたんですけど、ケーブル系をもうたくさん入れちゃってます。僕らだとオフィスワークもあるんですけど、撮影っていうのも結構あったりはするので、コードをたくさん持っておく必要があるということで、このポーチに電源系だったり SD っていうのを今しまって使ってます。しかも値段がこれ結構安くって6000円ぐらいかなで購入したアイテムなので、これは結構こうやって今置いててもだいぶ部屋に馴染むようなアイテムなので気に入ってます。はい、続いて紹介するアイテムが、こちらは今回新しく購入したんですけど、電源リールになります。でこれはですね、実は記憶的ルームでも紹介した矢崎里奈さんが確かご自宅でやられてて、めちゃくちゃいいなと思ってちょっと真似しちゃいました。でこれは工事とかそれこそ撮影とかで結構こういうの使われることが多いんですけど、賃貸の壁にあるコンセントがもう大っ嫌いで、僕はなんかダサいじゃないですか。それが嫌で、なんかいいものないかなっていうのをちょっと探してた時に、これあるじゃんちょっと思い出して使ってます。で、これ4口あるっていうのもそうなんですけど、10メートルあるので、どっか一口刺して、そこから伸ばせばぶっちゃけ部屋のどこででも使えるっていうのがまず一つメリットっていうのと、あと見ての通り今回僕は白を購入したんですけど、黄色だったり青だったり結構カラーバリエーションもあるんですよ。っていうのも踏まえて、これはすごいいい買い物だったなって思ってます。あとは撮影も自宅で僕らはこうやってやることがあるので、そういった時にも使えるめちゃくちゃおすすめのアイテムです。で、あとはこちらかな。こちらは僕の歩行セットです。はい。で、普段はこの空間にはフレグランスが2つあるんですけど、その他にもお香っていうのを焚いてます。でお香を焚くと、もちろん匂いが強くなるので、ちょっとリフレッシュにっていうのも兼ねて使ってます。でこれは僕は普段アポテーケのお香を使ってるんですけど、今はホワイトティーですね。このお香はコーン型なんで、このコーン型のお香をこのヘイのペン立てに入れて使ってます。でこれ本当は用途としては 100% 正しくない使い方なんで、ちょっと自己判断で使っていただきたいんですけど、お香ってコーン型もそうなんですけど、スティック型のものも灰が飛び散ったり、あとお香が終わった後の見栄えっていうのがなんかちょっと嫌だなってずっと思ってて、どうしようかなって思ってた時にヘイのペンってなっちゃうみたいなってなって、これに火つけてスポッて入れて置くと、なんかちょうどここから煙がこうなんか出てくるんですよ。でそれがすごい気持ちよくて使ってます。じゃあ続いてはこちらのメンフィスの送電ライトです。でこのライトはですね、僕らが運営しているビームスさんとの共同企画ビールームジャーナルでも紹介した照明なんですけど、これデザインがめちゃくちゃかっこいいっていうのはもちろんなんですけど、このデザインで9500円とかなんですよ。でなんかもうコスパ最強だなって僕はめちゃくちゃ思ってて、
このデザインでそんな値段で売っていいんかみたいな結構衝撃を受けちゃったんですけど、これは今仕事でデスクライトとして使ってることが多いです。さっきも結構言ってたんですけど、僕配線が本当に苦手で、できるだけこう見せたくないし出したくないしみたいなところもあるんですね。でこのライトは充電式なので、1回充電をしたら3時間ぐらい使えます。試しにつけてみるとこれぐらいで結構明るいんですよ。で、操作性もなんか直感的に使いやすいなっていうところもあって使ってます。で続いてはこれかな。オクタエボっていうスペインのブランドのものなんですけど、これは今トレイとして使ってます。で、仕事をする時に僕は結構メガネをかけたりすることが多いのと、リング、とかアクセサリー系は外して仕事をしたりすることが多いっていうので、オフィス撮影から帰ってきてデスクワークする時にここに全部置いて仕事をしたりすることが多いです。で、余談ですけどこれはライターです。購入したのは大阪のエスメティナっていうセレクトショップで買いました。これは本当たまたま見て一目惚れというか、めっちゃ可愛いと思って購入して今使ってます。はい、じゃあ続いて紹介するのはこちらのバケツです。何入ってんねんっていう感じだと思うんですけど、この中には実は見せられないぐらい汚いかもしれない、ごめんなさい。またここにケーブルが入ってます。でこれの使うシーンとしては、普段はデスクの下とかに結構置いてることが多いんですけど、下に置いてケーブル系が必要な時、この室内で必要な時にここから出して使うみたいな形です。で僕ら基本的にオフィスのルールとして、電源系はもう差しっぱなしにしない、使ったらしまうっていう風にしてるので、ここにデスクトップ、Mac の充電器だったりヘッドホンだったりモニターと接続する時の C2C のケーブルだったり、そういったものっていうのは全部もうこの中にぶち込んで使ってます。でこれは東北沢のリプレイスっていうセレクトショップ、リサイクルショップで購入しました。でちょっと商品名なのかブランドなのか分かんないですけど、オムニウッディっていう、ものらしいです。で一応裏とか見てるとなんか日本語の表記がいろいろ書いてあるんで、日本のものなのかなと思うんですけど、一応ポストモダンの、年代に作られたもので、新品でそれがたまたま見つけたので買いました。でしかもこれめっちゃ安くて1500円なんですよ。めっちゃ安いと思って、でデザインも可愛くて、で、結構こう乱雑に中はしまうっていうことができるので使ってます。でちなみに僕はもう一つ赤も持ってます。よいしょ。はい、ということで次に紹介するのがシンク・オブ・シングスから発売されている、ちょっと読み方が分かんないんですけど、カートン 2.0 っていう段ボールボックスです。これは今は、事務作業系のもの、なんかレシート領収書とか、あとはノートだったり、あとなんか公共料金系の手続き系のものとか、そういった書類っていうのを入れてます。でもう一つも同じく書類として2箱使ったので入れています。でこれのいいなって思うところは、段ボールとかツールボックスとしての機能はもちろんなんですけど、なんかこの加工がすごいかっこいいなって純粋に僕は思ったので購入をしました。で2500円ぐらいだったかな。で確かこれなんか水入れられたりとか耐水性もあるみたいで、ホームページとか見たら使い方もこういうツールボックス以外にも、植物のベースとして使ってたりとか、ベースとか鉢として使ってたりとか、なんか洗剤とかなんかそういう水回りの掃除グッズをここに入れたりとか、なんかいろんな使い方があるみたいで、そういったなんか機能とデザインがどっちもこう備わってるものとしてすごくいいなと思ったので使ってます。で続いては椅子をちょっと紹介したいなと思います。でこちらはですね、クラッシュゲートから出てるハーパーチェアという椅子です。でこれは、
前のオフィスのリット東日本橋で使ってた椅子で、前のものはキャスター付きのものだったんですけど、今回はキャスターなしのものを買いました。でこれはなんか単純にデザインがかっこいいなって思って購入したっていうのはもちろんなんですけど、作業しててすごい座り心地がよくて、長時間結構作業ができた記憶があるんですよ。で今も実際これ買って結構時間経つんですけど、すごく使い心地がよくって、革なんでこう最初は硬いんですけど、なんか座ってくるとなんかだんだん馴染んできて、自分の使いやすい感じになってくるというか、なんかそういったところの経年変化も、楽しみではあるなと思って使ってます。でこれ値段も25,300円かな確かで買えて、割とお得な価格だったかなっていうふうに思ってます。よいしょ。はい、というわけで次紹介するのがまたこちら椅子なんですけど、ビトラから出てるティプトンという椅子です。でこれもオフィスチェアとしてもともと作られたものであるんですけど、これ多分結構有名なのがここのなんか構造、こういうちょっとなんかゆらゆら揺れる、なんかこれが有名だと思うんですけど、足の部分がね、実際使っててすごくこのなんか前のめりになんかなった時とかすごくなんか使いやすいんですよね。で椅子と今使ってるこのデスクとの高さっていうのがすごく相性が良くて、僕が一番今作業をしてる椅子はこの椅子です。でこれ確か3万ぐらいだったかな。なんか最初のこのオフィスチェアを、最低限もちろん買わないといけないっていうところではあったんで、一旦デザインもかっこよくって、かつちょっと予算も少し抑えめで、最低限一旦は揃えようかなっていうところがあったんで、そういった観点も踏まえてビトラのティプトンを購入しました。でこちらが割と今回ものとしては一番大きいのかなっていうものにはなる、ちょっと劇的に変化した部分であるんですけど、ベンキュージャパンさんからちょっとご提供いただいたモニターになります。こちらがですね、ベンキュー EW2880U というモデルのモニターです。でこのモデルが、28インチのモニターで、4K のモニターになります。でもちろんこのモニターは4K で、使用ができる、4K 解像度なのでかなり、高画質っていうのもそうなんですけど、色の再現度っていうのがすごく高いので、僕らだと、もちろん記憶的ルームだったり記憶的不動産だったり、特に B ルームジャーナルなんかはすごく色にこだわった、いわゆるカラーグレーディングと言われる作業があるんですけど、そういった作業をするのにも適しているモニターでございます。で実際ね本当に色が綺麗で、編集してる時もすごくしやすかったっていうのはもちろんなんですけど、映画とか、そういったものも視聴できるので PC につないで見るっていうのは結構今時のやり方としてはすごく使い勝手のいいアイテムだなと思ってます。あとこのモニターにはもうスピーカーも内蔵されているので、結構立体的な音っていうのが表現されています。それこそ映画を見る時なんかにはここのモニターのスピーカーを使って見るとめちゃくちゃ気持ちいいです。ぜひちょっとこれは試してみてほしいなと思います。このモニターが今回ちょっと使ってて一番いいなって僕は思ったことがあって、ブルーライトのカットとフリッカーっていうのをこう軽減するなんか技術っていうのが搭載されているみたいで、目の負担っていうのが、かなり軽減されるんですね。でもちろん僕らもそうですが、皆さん結構在宅で仕事をされたりする方も最近はいらっしゃると思うんですけど、そういう方だと、結構長時間作業するじゃないですか。映画とかももちろん結構長いですけど、なんかそういったものを見たりずっとしてると、目にもちろんストレスはかかるわけで、そういったものを防ぐための技術っていうのが搭載されてる。これはすごい僕らクリエイティブの仕事をやってるものとしてはすごく嬉しい機能だなと思っております。ですので気になる方ね、ぜひ一度使ってみていただければなと思うので、気になる方はこちらも概要欄の方チェックしてみてください。
はい、ということで、一通りデスク周辺のアイテムをちょっと紹介させていただきました。僕が選ぶ基準としては、デスクで使うからといって機能を求めるのではなく、あくまでもやっぱデザインとしてなんかワクワクするものとかかっこいいなって思うものを購入しました。でその中で付加価値としてなんか機能がついてきてくれたらなみたいな、それぐらいで結構思っているので、そういった目線でいろいろ揃えてみたんですけど、こう見ると結構カラフルになったなっていう印象はありますね。であとはこいつらを今後ちょっとどう見せていくか、そこがねちょっと今まだ完成がしてないんですよ。で今こちらのデスクで代理でっていうか今作業をしてるんですけど、ちょっと今後どういう配置にして仕事スペースとリビングスペースうまくこう混在させていこうかなみたいなところちょっと模索中なので、ちょっとここの空間完成したらちょっとまた追ってここは見せたいなと思っているので、もう少々お待ちください。はい、というわけでですね、今回のインテリアデコレーションバイ記憶的サウンドはこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。